どうも、ババアです。白様です。川の砂地にパーティーの痕跡。鹿が川を渡ってきたね。先日の大雨濁流からは身を守れたみたいね。空腹で葉っぱももりもり食べるんじゃない？ババア、複雑な心境。こんなに雑草が生えてるのに奴らは金柑とか銅品とかを狙うのよね。今日も水がきれいだね。今日は曇り空で湿度も高め、水量も通常に戻ってますね。でも昼は真夏日らしいよ。熱中症には気をつけないとね。今日の発作も元気プルプル。イチジクの葉っぱも元気そう。そろそろ葉っぱが落ちてくるはずなんだけど、新葉が生えてきてるな。先週埋めた生ゴミもほぼ分解。分解力すごない？毎回あんなに大量のゴミを入れてるのに土の量が全然変化しないのよね。彼岸花がめっちゃ綺麗。最近彼岸花の花の部分が消えて茎だけになってることがあるけど、これも鹿の食害なのかな。何でも食うな鹿。さあさあブラシタイムですよ。Yolosi Dena. Ha Kamochi Aware. 相変わらずいい表情しますねコンさん。Kawaii Yellow. Shikali Brush Shitaya. Saikin Yoshihiko no Seidei Kanemi Altanen. めっちゃ噛まれてるもんね。Kusa. 自分の毛ですよ。Aitsuoi Kabasat Kande Kunan. まるでグレーシー柔術の使い手よね。Bulajilu Sushin Yaloka. 屋根裏出身ですよ。Nanya Hanaga Kawait Mutawa. Pelalin. うわーもう一回やってSolodokolo Chawa. Tataima Yoshihiko ni Osoel Tunan. Kagami Mochi Ochi Taludi. Dalaga Kagami Mochi Yenan. Pelalin. うわーもう一回。 Akatawa. 本日も早朝生地こね。今日は何を作るの？今日はまん丸いパンをフライパンで焼きます。オーブン使わないんだ。オーブンがなくても焼けるパンをご紹介いたします。本日の生地は米ぬか 20%、加水率 70%。まあまあ普通の水分量。白様も加水率だけで生地を判断できるようになってきましたね。そういうのも勉強しないとアシスタントをクビになりそうだしね。さあお掃除タイムですよ。今日もヨシヒコのチキンレース。何がしたいのかさっぱりわからん。そしておもちゃ返却タイム。この瞬間が楽しいみたい。ほんじゃ買い物へ。相変わらず開店と同時に入店。本日も安売り卵をゲットしました。このチャンネルでは週末のみここ川沿いリバーサイド、略して川リバで米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。糖質制限ダイエットや糖尿病で血糖値コントロールをされている方のご参考になれば嬉しいです。よろしければいいねボタンとチャンネル登録、ベルマーク登録をよろしくお願いします。コメント欄にもご意見、ご質問、白様かっこいいなどいっぱい書いてね。ついに白様まで視聴者様に呼びかけよう。こういう仕事もやっとかないとね。さてババアは動画をバズらせるためにガス抜き動画をアップで撮影しております。こないだからそれ言ってるけど全然バズらないよね。いつかバズると夢を見てパンを成形してまいりましょう。長い夢になりそうだね。今回のパンは成形といっても型で抜くだけなのでとっても簡単です。クッキーみたいな感じ？そうそう、そんな感じ。そして冒頭で言った通り、今回のパンはオーブンで焼きません。フライパンでもパンって焼けるの？火加減にさえ気をつければ全然余裕で焼けます。でもババア焦がすの得意だよね。今日はいつもにも増して火加減に注意したいと思います。ざっくりとパン生地を広げたら、この微妙なサイズの丸い型で抜いていきます。この型って何のために買ったの？スコーン用に買ったんだけどね。よくよく考えればババアはスコーンっていつも三角か四角の切りっぱなしなんだよね。クッキーで使うにはちょっとでかいよね。そう、だからなかなか出番が少なくてね。まあ今回無理やり登場させた感じはありますけど、これくらいのサイズのパンがコロコロと焼けるのはちょっと可愛いかなと思って、本日もぶっつけ本番チャレンジメニューです。なんで事前に練習しないかな。作りたい時が作る時。ごめん、全然意味わかんない。
余った端っこの生地を丸めて何度でも型を取ります。型抜き作業ちょっと楽しそう。これ意外と楽しかった。パン生地でこういう作業をすることめったにないから、いつものねクッキーとかスコーンの生地に比べて弾力があってちょっと気持ちよかった。だんだん小さくなってきたな。型抜きパーティーもそろそろ終焉ですね。なんだ型抜きパーティーって。余った生地はドーナツ型にしちゃおうかな。余った生地多いな。もう一個取れるんじゃないこれ。本当だ、もう一個取れたかもしんないね。生地を細長く伸ばして端っこを平たく潰してドーナツ型にします。ちょっとかわいいな。それでは焼いてまいりましょう。フライパン2台体制なんだね。バターをドン。そしてバターの海に生地を並べていきます。途中だけどちょっといいかな。なんだい白様。これ絶対美味しいやつじゃん。絶対美味しいやつなんですよ白様。なんか言い方ムカついた。処刑しようかな。ババは処刑されません。バターの焼ける香りがもう GoTo 監獄。そこは監獄じゃなくてヘブンだろう。何処刑されたいの。まあまあソテテロでもいかがですか。何ソテテロって。ソテーのテロです。もうババアの造語めんどくさいわ。フライパンでパンを焼く時の火加減は超弱火にしてください。結構焦げやすそうだね。そう焦げやすいし、しかも長時間焼かないといけないから超絶弱火にして20分ぐらいじっくりと焼いてください。やっぱ結構時間かかるんだね。オーブンでもこのサイズのパンを焼くときはだいたい20分ぐらい焼くから、フライパンで焼くときも同じような感覚でいいと思う。めっちゃいい色じゃん。ババアのくせに焦がさなかったね。ババアが毎回焦がすと思ったら大間違いですよ。10回のうち8回ぐらいしか焦がさないからね。成功率2割じゃん。さて本日もウキウキ野菜洗い。ババアが好きな野菜洗い。作り置きの千切り野菜とパンに挟むスネジャンカソースを作っていく。スネジャンカってまたヨーグルトのソース。そう、水切りしたヨーグルトと今回はきゅうりとトマトを加えたソースにします。この千切り野菜はいつもなくなったら大量に作るというスタイルです。野菜室に常に大量の千切り野菜が置いてあるもんね。これを作って置いておけばね、旦那が勝手におやつ代わりにもりもりと野菜食べてるから、お肉とかおやつを食べるよりも体にいいかなと思って。安上がりだしね。まあ本音はそれが一番の理由かな。さて前日にしっかりと水切りしておいたヨーグルトときゅうりを合わせて調味料で味付けしていきます。出たよ合法パウダー。そして生姜にんにくオイルと今回はトマトも入れてみました。トマトが入ると彩りがいいね。これをしっかりと混ぜ込んだら保存容器に入れておきます。どうせ保存されることなく食べ尽くされてしまうんでしょうけどね。隙間を狙って人参スライスしてる。なかなかコントロールがいいでしょ。ストックサラダも完成。ウインナーも焼いちゃおうかな。やっぱウインナーは茹で焼きだよね。ウインナーは置く場所がないのでサラダの上に乗せちゃおう。フリフリに焼けたね。マヨニョロトッピングでサラダも完成。チーズとハムはセットにしておこう。チーズ同士を重ねたらくっついちゃうもんね。そうそう、過去に何度も痛い目を見てきたからね。そしてレタス代わりの水菜。これ先週から言ってるけど水菜はレタス代わりにはならないからね。なってるってほら、どう見たってレタスじゃん。まごうことなき水菜だよ。そして本日もコーヒーゼリースイーツ。ババアの血糖値コントロール的にもこちらは欠かせませんね。ゼラチンじゃなくてイナーガーで固めたやつね。コーヒーゼリーの中に豆乳を少し注いでアイラップの中でボンボンと叩きながら泡立てた生クリーム。お祭りの屋台の風船ボンボンみたいな形ね。さすがアシスタントはいい仕事をしますね。ババアの説明が雑すぎて苦労するよ。それではパンを半分に割ってみましょめっちゃいい感じじゃん。想像以上に綺麗に焼けてる。ぶっつけ本番だったもんね。マジで練習しなって。型が小さかったから出来上がりのパンもミニサイズだけど、これはこれで並べた時にめっちゃ可愛い。ということで完成しましたまん丸フライパン焼きパン。中に挟む具材とコーヒーゼリーを添えて。それではいただきましょう。またコーラのサイズ差がえぐいって。
じっくりと丁寧に焼いたおかげで焼き目もいい感じです。ババアにしては大成功だよね。さあそれじゃあパンの中にいろいろと挟んじゃうよ。パンがちっちゃくて可愛いよ。今回もパンをフライパンで焼くことに全振りして具材はちょっと少なめなんですけど、バランス考えそんな少ない具材の中からまずはチーズとハム、な。めっちゃはみ出てて草。そしてレタス。水菜ね、いつまでレタスって言い張る気だろう。パンが小さすぎてうまい具合に乗っからないんだよね。ジェンガみたいになってきたな。その上にトマトを乗せてさらにバランスを取ります。バランスが悪いの水菜のせいじゃね。そしたらこの上にスネジャンカソースをたっぷりと乗せます。おっさんもバランス取り始めたね。スネジャンカソースはさっぱりしてるからたっぷり乗せても全然重くない。でもまあこぼれないようにほどほどにね。そしてその上にパンを重ねたら、どう？めっちゃ可愛くない？うわ、何の音？ヨシヒコとチョロコが大喧嘩を始めました。うなってるの誰？これはチョロコさんですね。チョロコさんうなり声はでかいけど、実はそう大したことはされてないんだよね。ものすごく怒ってるけど。この時はヨシヒコに右手でちょいちょいやられてた。それだけ？コンさんの時みたいに覆いかぶさってガブガブ噛みつきまくってるわけじゃないんだけどね。コンさん偉いな。なんか猫たちの喧嘩のおかげで味の感想がおざなりになっちゃってますけど、これねめっちゃ美味しかった。やっぱバターで焼くと風味がいいね。でもババアはマーガリン派なんでしょ？パンに直接塗って食べるときはマーガリン派だけど、料理の工程で使うならやっぱりバターは効果的だよね。ということで美味しかったです。さよなら。バイバイ。